こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は企業の業務効率化、コミュニケーション活性化に活用できる補助金をご紹介をしていきたいと思います。最近は人手不足ということもあり、また業務の多様化ということもありまして、業務に関するデジタル化、DX 化の推進というのが必須という形になっております。これを受けまして企業や各自治体においてもデジタル化、DX 化の取り組み推進というのを行っております。ただ実際中小企業においては取り組みたいんだけれど取り組めないというところも多いのではないでしょうか。今回はですね、中小企業が多く抱える悩みとしてソフトウェアの導入で業務を効率化をしていく。また、新型コロナウイルス感染症流行の後に急速に普及しましたテレワークですけれど、テレワークを行った結果、社内コミュニケーションが少し低迷をしている。そんな場合に活性化をしていきたいということで、グループウェアの導入。また、営業マーケティングの自動化を促進をしていきたい。こんな悩みを抱える中小企業におすすめの助成金。中小企業デジタル導入促進補助事業をご紹介をしていきたいと思います。比較的ですね、使いやすいものではありますので、ぜひ活用していただければと思います。今回の概要ですけれど、まずは最近の中小企業の DX の推進に関する調査結果を見ていきたいと思います。どのくらいの企業が DX に取り組んでいるのか、取り組めていないのか、また何に取り組んでいるのか、取り組めない理由は何かについて見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をするのが中小企業デジタル導入促進補助事業になります。どういったソフトウェアとデジタルのツールが購入できるのか、またどのくらいの補助がしてもらえるのか、補助率はどのくらいかなどについて見ていきます。そして企業の DX、IT 化を支援をする助成金、補助金は、今回の中小企業デジタル導入促進補助事業だけではありません。様々なものがあります。他にも活用できるようなものを少しご紹介をしていきたいと思います。まずは中小企業の DX 推進に関する調査結果を見ていきたいと思います。こちらは2026年、令和8年2月に公表されたデータになります。2024年と2025年の比較を表したものになりますけれど、注目をしてほしいのは、必要だと思うが取り組めていない企業ですね。こちらに関しましては、2024年より2025年が増えてきているということで、やはり取り組みを検討をしていたけれど、取り組めていないという回答をしている企業が増えているのに注目です。では、なぜ取り組めていないのかというと、課題は様々あるんですけれど、従業員規模20人以下の企業において一番大きかった課題が予算の確保ということになります。やはりですね、人件費継続的に上がってきている。また物価上昇、中東情勢もありますけれど、そういった形でコストを圧迫をしてくる中で、なかなか DX 推進に対する予算を割くことができないというのが現状かと思います。一方ですね、すでに取り組みを検討している企業においては、どのような取り組みをしているのかですけれど、こちらも2024年と2025年で少し変化が見られております。2024年の取り組みにつきましては、文書の電子化、ペーパーレス化が多かったんですが、2025年においてはそこから一歩進んで、クラウドサービスの活用ですとか、テレワークの実施、またランサムウェアの被害というのが非常に増えてきておりますので、セキュリティ対策を強化をしていく。また、今は就職活動などで労使ともに活用していますけれど、この AI の活用に力を入れている企業が増えてきているというのがわかります。こういった状況の中で、どんどんもうすでに電子化、ペーパーレス化から次の段階に進んでいる中で、中小企業取り残されてしまうという状況になってきます。そんな中でですね、ご紹介をしたいのが今回、解説をします中小企業デジタル導入促進補助事業になります。
この補助事業は都内の中小企業等に対してデジタルツールの新たな導入にかかる経費の一部を助成して事業活動のデジタル化の促進、そして継続的な成長発展を支援をしていくというものになっております。では、デジタルツール、具体的にどういったものかと言いますと、この事業においてデジタルツールというのは一般に販売されているパッケージ製品のソフトウェア及びクラウドサービスのことを指します。ものづくり補助金などもありますけれど、あちらでも設備投資、デジタル化というのも可能なんですが、あちらはオーダーメイドを少し自社のオリジナル性を加えないと申請が難しいことになりますので、こちらの方は一般に市販されているものが対象なので、非常にこちらの方が使いやすいかなというふうに思います。そして、この補助事業の概要、申請対象者というのは都内中小企業者ということで、企業はもちろん個人事業主、そして中小企業団体も申請が可能です。また、助成上限につきましては、下限は5万円となりますけれど、最大で150万円。助成率は原則で2分の1。ただしですね、一定の要件を満たした場合は3分の2に引き上げとなります。一定の要件というのは、まずは小規模企業者が対象となって3分の2に引き上げ、さらにですね、導入するデジタルツール自体が環境負荷の軽減に資するツールであった場合、具体的には省エネ、そして紙資源の使用量削減、廃棄物の削減、脱炭素、そして温室効果ガス、の排出量の低減、これらに寄与するツールであった場合には助成率が3分の2に引き上げという形になります。そして助成対象期間は2年間となります。そしてですね、この補助事業を申し込もうと思った時ですけれど、いつでも申し込めるわけではなく、募集期間というのは決まっております。6月募集と9月募集というのがあります。今現状6月募集しております。6月の11日から7月の3日までとなっております。そしてですね、交付決定は2段階、申請件数が多いのを予想しているんでしょうか、2回に分けて交付決定が行われるという形になっております。また6月募集間に合わなかった場合は、今現状では9月にも募集をする予定ではあるようですので、9月に改めて申し込みをしてほしいと思います。そしてソフトウェア、ツール、導入をしても、うまく使えない、定着しないという悩み、中小企業多いかと思います。そんな場合はですね、このデジタル導入促進補助事業は専門家によるフォローアップ支援というのも行っておりますので、もし導入定着で不安がある場合は、ぜひ専門家のフォローアップも申し込んでもらえればと思います。このような形でですね、DX、IT 化を支援する補助事業ではありますけれど、その他にも DX や IT の取り組みに活用できる補助金、助成金というのがあります。まずはですね、ソフトウェア導入して終わりではなく、やはり使う人のスキルアップ、レベルアップというのも必要になります。従いましてデジタルツールを導入したらスキルアップ研修というのも行ってほしいと思います。東京都におきましては DX リスキリング助成金というのを設けております。また厚生労働省の方では人材開発支援助成金という従業員の研修向けの助成金もありますので、ぜひこちらもですね、合わせて活用してほしいと思います。その他 DX、IT の取り組みに関する助成金補助金としては、以前は IT 導入補助金と言ってましたけれど、今デジタル化 IT 導入補助金と名前が変わりましたけれど、こちらもデジタル化の使える補助金ではありますが、何でも市販のパッケージが買えるというわけではなくて、ここのデジタル化 IT 導入補助金のサイトに登録をしている製品でなければダメという制限はあります。またその他に DX 推進トータルサポート事業というのも東京都で行っております。また、業務効率化に合わせて賃上げをしたいというのであれば、業務改善助成金というのもあります。こちらは比較的継続的に行われている人気の助成金の一つとなっております。またですね、経営力向上に向けた創意工夫チャレンジ促進事業というのもありまして、コースは全部で3つありますけれど、こちらもですね、賃上げですとか業務効率化、様々なコースがありますが、IT デジタル化に活用できる補助金ではありますので、ぜひこちらも活用してほしいと思います。では、自社でどのようなものを入れたらいいか、どのような業務を効率化をしていったらいいかですけれど、やはりですね、会社の規模や業種、そして、
雇用形態等にもよりますので、一度ですね、専門家にご相談いただければと思います。専門家に相談をした上で、まずは情報収集から行ってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。